リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング応用第6回加速度センサーを使用したバランス訓練プログラム、テック&テイルズがお送りします。皆さん、こんにちは。この動画では、前回の準備編に引き続き、いよいよスクラッチとマイクロビットを使った立位バランス訓練プログラムを実際に作成していきます。準備編がまだの方は、先にそちらの動画で環境設定を済ませておいてください。まず、前回の復習です。前回は、スクラッチ拡張機能、マイクロビットモアをセットアップしました。マイクロビットと PC を Bluetooth で接続し、加速度センサーのロール、つまり左右の傾きと、ピッチ、前後の傾きの値をスクラッチで取得できるようになりました。これで準備は万端です。今回のプログラミング環境です。OS は Windows 11、プログラム言語はスクラッチ、エディターは、microbit-moa.github.io/editor/ を使用します。拡張機能として、マイクロビットモアと、音声合成、センサーは、マイクロビットバージョン2を使います。今回作成するプログラムの概要です。これから作るゲームの流れを簡単に説明します。まず、マイクロビットをベルトの位置に装着します。次に、画面の上からリンゴが落ちてきます。体を左右に傾けて、猫のキャラクターを操作し、リンゴをキャッチします。制限時間内にどれだけ多くのリンゴをキャッチできるか挑戦するゲームです。こちらがゲームの流れのイメージです。まず、ゲームの説明が表示されます。次に、マイクロビットをベルトの位置で水平に取り付けます。そして、画面の上から降りてくるリンゴを体を傾けて受け止めます。リンゴをキャッチするとスコアがプラス1となります。最後に、制限時間を超えるとスコアが表示されてゲーム終了です。こちらは、マイクロビットをベルトに固定するためのホルダーです。フリーキャドで設計し、3D プリンターで印刷して作成しました。完成するとこのようになります。体の傾きと画面のキャラクターが連動しているのがわかりますね。こんにちは。これからバランスゲームを始めます。マイクロビットの電源を入れ、ペアリングをしてください。マイクロビットを体の前でベルトの位置で水平に取り付けてください。用意ができたらスペースキーを押してください。ゲームは上から落ちてくるリンゴを体を傾けてキャッチしてください。制限時間と難易度を調整したら画面をクリックした後、スペースキーを押してゲームをスタートしてください。ゲームが終了しました。スコアは5です。はじめに、プロジェクトの準備をします。まず、スプライトを用意します。猫はデフォルトのものを使用し、リンゴはライブラリーから追加します。次に、ゲームで使う変数を作成します。スコア、制限時間、難易度、ゲームオンアンダーラインオフ、測定値、アップルアンダーライン X、そして、アップルアンダーライン Y です。それでは、ゲーム全体の流れを作っていきましょう。ステージは、ゲーム全体の進行を管理する司令塔の役割を果たします。緑の旗がクリックされたときに、ゲームの初期設定を行います。変数の設定として、制限時間を20秒、難易度を2、スコアを0に初期設定します。制限時間難易度は後からスライダーで変更可能です。そして、開始前説明ゲームスタート、ゲーム終了処理というメッセージを使い、ゲームの流れをコントロールしていきます。次に、プレイヤーが操作する猫のコードを作成します。まずはゲーム説明の部分です。最初に、開始前説明メッセージを受け取った時の処理です。ゲームの遊び方やマイクロビットの装着方法などを、猫がセリフで教えてくれます。音声合成ブロックも使い、耳でもわかるように工夫しています。続いて、猫のコードの心臓部、マイクロビットとの連携部分です。
ゲームスタートメッセージを受け取ると、制限時間中ずっと繰り返すループが始まります。ループの中では、まずマイクロビットの左右の傾き、つまり、ロールの値を変数、測定値に入れます。そして、猫の X 座標を、測定値に5をかけた値に設定します。これにより、体の少しの傾きを、画面上の大きな動きに変換して猫を左右に動かしています。猫のコードの最後は、ゲーム終了の処理です。ゲーム終了処理メッセージを受け取ると、猫が、ゲームが終了しました、と伝え、最終的なスコアを発表します。次に、ターゲットとなるリンゴのコードを作ります。リンゴ表示スタートメッセージを受け取ると、ゲームオーバーになるまで、リンゴを落とすメッセージを送り続けます。これにより、次から次へとリンゴが落ちてくる動きを実現します。続いて、リンゴが落下する部分のコードです。リンゴを落とすメッセージを受け取った時の処理です。まず、X 座標を乱数にすることで、リンゴが毎回違う場所から落ちてくるようにします。そして、Y 座標を少しずつ減らすことで、リンゴが下に落ちていくように見せています。リンゴのコードの最後は、当たり判定です。もし猫に触れたなら、効果音を鳴らし、スコアを1増やします。そして、リンゴを隠して、このスクリプトを止め、次のリンゴの準備へ移ります。もし地面、つまり Y 座標がマイナス180についたなら、そのままスクリプトを終了します。こちらが、今回作成したコードの全体像です。左から、司令塔の役割を果たす、ステージ、ゲーム説明やキャラクター操作、結果発表を行う、猫、そして、ターゲットとして動き、当たり判定を行う、リンゴのコードです。ここからは、このゲームをさらに面白くするための応用のヒントです。まずは難易度調整です。リンゴが落ちるスピードや数を変えたり、リンゴの大きさを変えてみましょう。また、フィードバックの強化として、体の傾きが大きい時に警告音を鳴らすといった工夫も考えられます。応用のヒント、その2です。左右だけでなく、ピッチ、つまり前後の傾きの値を使って、キャラクターを前後に動かせるように改造してみましょう。この仕組みを応用すれば、迷路ゲームや障害物避けゲームなど、新しいゲームを作ることもできますね。今回のまとめです。今回は、マイクロビットの加速度センサーのロールと連動するプログラムを作成しました。また、変数やメッセージ機能を使い、ゲームとしての流れを組み立てました。そして、体の動きをコンピューターへの入力として使う、フィジカルコンピューティングの基礎を体験しました。お疲れ様でした。これで、あなただけのバランス訓練プログラムが完成しました。プログラミングは、リハビリテーションの可能性を大きく広げるツールです。ぜひ、いろいろなアイデアを試してみてください。ご視聴ありがとうございました。